皆さんこんにちは、さきです。本日は2024年斉藤さきベストコスメでーす。私の1年を通してめっちゃ使ったっていうアイテムをすべて紹介したいと思います。今回、ベースメイク、アイメイク、ハイライト、リップに分けさせていただきました。本当に毎日毎月いっぱいコスメを買っていろんなものを試してるんですけど、その中でもリピしたアイテムたち、リアルにほぼ毎日ポーチには入ってたよっていうものを持ってきましたので、皆さん最後まで必見です。それでは動画スタート。まずベースメイクから紹介していきます。これが来なかったらおかしいでしょうっていうぐらい、この1年毎日使ってました。発売されてから毎日ずーっと使っていたセルブのピンク下地です。もうこれはね、私のことを好きでいてくれてる方だったら絶対1本皆さん持ってると思うんですけど、とにかくいい。まずクマが一番の、最適な使い方というか、どっちかっていうと青クマとか、ちょっとこう皮膚が年々薄くなってくると、どうしてもこういうハの字に出てくるクマみたいなのが透けてくるんですよね。それがすごく改善される。どうしてもここにね、影が入るとめっちゃ疲れた、老けた印象になるんだけど、ここが明るくなるだけで本当に見違えるように若々しく見えるので、それが一番最適なポイントなんですけれども、次にほうれい線というか鼻の横、グリーンのカラーが赤みを消すのにすごく最適で、ほっぺの赤さだったりとか、ここの赤みだったりとか効くんですけど、ピンクがあれば、ここの小鼻の赤みも消えるの。なので私は小鼻が結構毛細血管が発達している方なので、ここにも塗って、プラス、この口周り、影ができるんだけど、ここがくすんでると、人間ってこうすごいさ、多分口使うから、笑ったりとか、表情を動かしたりとかするから、ここがくすんでくるんだけど、このくすみに、これを塗ると、すごく明るくなって、口角もキュッと上がって、全体的に凹凸のないような肌に見せてくれるっていうのが最大のポイントです。本当にこれが1本あれば、何のお悩みでもカバーできるので、マジでおすすめです。私の生涯コスメと言っても過言ではないぐらい、私がずっと使ってるアイテムになります。続いて、どっちにしようって迷ったんですけど、多分こっちの方が使ったセルフュージョン。今年はですね、私、ほとんどファンデーションを塗らず過ごしてまいりました。撮影でもほぼ塗ってなかったし、プライベートでももちろん塗らないし、本当にノーファンデで生活することが多かったです。今年多分すごく暑かったっていうのもあって、ファンデーション塗ると、よれるのと、お肌がちょっと疲れた感じを休めたいなと思ってノーファンデを始めたのがきっかけだったんですけど、韓国のオリアンで買ったこれに出会ってから、本当にファンデーションいらないかもって思っちゃいました。クッションファンデーションは私セレブでも売らせていただいているので、あまりこういったことを発信するのは良くないかなと思ったんですけど、お肌に大きな悩みがない方は必要以上に塗る必要はないんだなっていうのを私はこの1年でとっても学びました。来年33歳に私なるので、33歳になってめちゃめちゃ鬼鬼モリモリモリで塗ると、どうしてもすごい厚くって分厚くってちょっと老けた印象になるんですね。頑張ってる感っていうのがちょっと嫌だなと思った時にこれを使ってみて感動したっていう。シミそばかすとかこういうほくろとかは全然隠れないんだけど、ある程度のこの肌の凹凸だったりとかムラだったりとかを下地プラスこれでカバーできるので、ほとんどの悩みはこれで解消されます。私が今年出会って一番1年間ずっと365日使ってたアイテムになります。で、たまにやっぱ浮気したくなるよねっていうので、ラロッシュポゼの UV イデアのプロテクション BB01 番を使ってました。化粧下地兼日焼け止め乳液って書いてあるんですけど、SPF50 プラス PA4 プラスになってるので、夏によく使ってましたね。どっちもね、同じような色の濃い BB クリームっていう感じなんですけど、こっちの方がややツヤ感が出ます。これはアジア人の肌にすごく寄り添って作られた何かを見たので、こっちの方が確かに密着力だったりとか、軽さ、プラスツヤ感はこっちの方が勝ち。マットが好きな方、ツヤが好きな方っていう感じで、脱ファンデーションしたい方は、こちらぜひ使ってみてください。この年齢になってくると、削ぎ落とすってすごく大切なことなんだなっていうのが、この1年ですごく分かったので、私はまず、ファンデーションから削ぎ落とすっていうところから始めてみました。続いてパウダー。これも本当に言わずと知れた。ずっと使ってた。これさえあれば、ベースでそんなにカバーできなくても、とにかく肌が綺麗になる。で、私はセルブのお粉に、コスメデコルテのパウダーのパフ使ってます。これがね、一番なんかね、綺麗にできるんだよね。これも私の永久コスメ。パウダー塗っても OK だよっていう人は、これ、ほんとどこのやつよりも良かったので、自社のものなんですけど、本当におすすめです。めちゃめちゃこだわって作ったので、シリカパウダーをめちゃめちゃ粒子細かく今回してもらっているので、密着力が高いのと、本当にピタッ
とくっつくのよ。AI 級の肌っていうのかなが本当に作れるっていうのがこのセルフのお粉です。もう何個市販したのっていうぐらい本当にめちゃめちゃいいです。来年のベスコスにも多分出てくると思います。でも私嘘つかないので、本当に使ってるものしかご紹介しないので、来年も出てくると思うんですけれども、お見知りおきよっていう感じで。続いて、ベスポアの B グロースティックシェーディング。私といえば、アイムミミ使ってたと思うんですけど、アイムミミ卒業した理由はこれっていう感じです。これを知ってしまったら、アイムミミには戻れない。その理由はなぜかと言いますと、おそらく私、世に出てるスティックシェーディング持ってないものないぐらい全部試したんですけど、一番アイムミミが肌馴染みが良くって、スティックを伸ばした後に、ナチュラルに色づくような感じがしたのね。あとはよれない。密着力の高さでずっと信頼して使ってたんだけど、これを使った時に、色味がまず結構私の好みのものだったんですけど、このカラーは本当に一番私のカラーに合ってて、若干グレーっぽさがある方が自然な影。人の影って黄色く映る人もいれば、ちょっとグレーっぽいベージュに落ち着く方もいて、自分の影に合わせた色を使った方がいいと思うんですけど、これをね、塗った時に、ちょっとパウダーっぽいんだよね。密着力もそうなんだけど、こうやってやった時に油切らない。ツヤツヤしないの。なんかすぐこうやって馴染ませると、パウダーに変わっていくようなテクスチャーっていうのが、やっぱりすごく一番よれないので、マットがお好きな方とか、よれたくないっていう方とかはこっちの方がおすすめです。次、アイメイクです。眉毛がこちらです。これも1年間使ってたよね。初めて使ったのが、韓国においのんちゃんとかと一緒に行った時かな。1月とか12月とかだよね。私はね、眉毛は結構適当なんですけど、描きやすさが重視で、私、筆圧結構 HB でも B ぐらい出ちゃうタイプなんで、筆圧濃い人でもさりげなく描ける。あとは色がちょっとグレーベージュみたいなもの。私髪の毛黒かったんですけど、黒いからといって暗いカラーを眉毛にしちゃうと、もともと眉毛の毛量も多いし、密度も高いし、太いタイプなんで、めっちゃ眉毛っていう感じになっちゃうので、なるべくアッシュっぽいカラーのものを選ぶようにしてます。マスカラはオレンジにしたからちょっと変わっちゃったんだけど、2個紹介していい？まず、黒髪だった1年間、一番使ってました。リリミューです。カラーインブローマスカラ02番ピンクブラウニーっていう色がめっちゃ良くて、これもさっきの話と被るんだけど、髪の毛が暗いからといって、眉毛まで暗くしちゃうと、ここが結構重たく見えて、目の位置も高く見えて、目線がここに行くのね。だから、要するにここが長く見えるってこと。中間面強調なんで、私はここの印象を少しでも減らせればなと思って、こちらのカラーを使ってました。ベージュ系とかはもうほんとザ黒髪だったから浮くの。でもこれはなんで浮かないかっていうと、ブラウンにほんのり赤みとパープルっぽさが入ってるものだから、ピンクメイクにも合うし、一応ブルベ夏って言われているんですけれども、ブルベのカラーにも合ってたのかな？知らんけど、みたいな感じ。ピンクブラウニーのカラーが本当に絶妙に眉毛もすごい柔らかく見えるし、抜け感というか透明感が出るような気がします。去年とか一昨年ぐらいからやっぱり眉毛の色味、圧倒的に徐々に薄ければ薄いほどトレンドメイクのランクインしてると思うので、じゃあ今の髪の毛の色に合わせた色は何だってんだいっていう話で、ロム&様です。私ね、ロム&の眉毛のやつか、リリミュー以外、眉マスカラでいいって思ったものほぼないかも。この色は、髪の毛ベージュ系の人、オレンジ系の人、あと赤とオレンジが混ざってる人とかも、ピンクブラウン使うと、多分結構、全体的にバンド系ってなっちゃうと思うから、アニメ系かバンド系、地雷系ってなっちゃうと思うから、こっち系使った方がいい。黄色いんだけど、オレンジみたいな。なんつうんだむずい。とにかく良かった。アイシャドウは、1個に絞りました。ボンジョンヨ04。暗いロースでこれを選んだかっていうと、私、去年は、もっぱら、ピンク、ちょい赤強めメイクが本当に好きで、今でも好きなんですけど、やっぱね、赤系が漏れるってことに気づきました。斉藤咲が最近可愛くなった理由の一つでもある。特に下のこの涙袋とかに赤を仕込むと、めちゃめちゃ、これも詐欺級の造形詐欺ができるので、黒目の際とか、涙袋に全体にこっちを塗って、ここでポイントで塗ってるみたいな使い方してるんですけど、もうこれさえあれば、チークもできるし、鼻のチークもできるし、目もできるし、みたいな。何でもできちゃう。とにかく赤にハマった赤の良さを知った年だったので、これを選びました。これだけでメイク完成するの。私大体パレットって複数個混ぜたりとかして使うんだけど、これを持っている旅行先にこれを持ってった時とかは、基本的にこれ1個でメイクできちゃうので、みんなにおすすめするなら1個で詰めやったのがいいかなと思っておすすめしました、こちら。こことここは締め色でもいいし、ここベースカラーにしてもらってもいいし、とにかくこのラメも、やっぱウォン・ジョン
メの先生、TWICE のメイクさんしてたこともあって、ラメもすごく繊細で綺麗なの。で、ここはシマー系のラメなんですけど、これはハイライトにもできるし、この目頭のハイライトだったりとか、こういうハイライトも作れちゃうので、おすすめ。これは涙袋の影だったりとか、シェーディングとかにも使える。これは締め色なんだけど、めちゃめちゃ絶妙で、ブラウンなんだけど、ほんのりツヤ感、ちょっとパールっぽいツヤ感があるのと、若干ね、パープルっぽいの。だから赤との相性がめちゃくちゃいい。とってもおすすめです。続きまして、こちら、シピシピのポイントコンシーラー、いちごミルクっていう色です。私、今年、涙袋コンシーラー売ってるところ、いろんなもの、何千本と買いました。一番良かったです。やっぱこれも、人の肌の色と、どういうメイクしたいか、普段使うメイクの色とかにもよると思うんですけど、ピンクって意外といいピンクなくって、涙袋のテクスチャーも大事だけど、色が結構私的にね、重要なの。これをハイライトとして乗せて、ただ、涙袋ぷっくりですって見せるんではなくって、この上に乗せて、ちょっと一旦白くして明るくしてから赤を乗せて、より立体的でぷっくりさせつつ、赤を強調する。だからそうすると目の幅が下がって、目の位置も下がって、中顔面が短くなる。これを塗って、ベースでちょっと凹凸をつけてから、シャドウを塗るとめちゃめちゃ勝手に描いてないのにぷっくりするの。なので、私はこれがすごい一番好きです。ここってさ、結構ガシガシガシってなりがちなのね。これはならないの、絶対に。いつ何時引いても。クリーミーだし、なおかつ密着力いいし、色もいいし。っていう感じでこちらを選びました。続きまして、同じくアイライナー。ケイト RD1 番です。これはもう一生使ってた。これも赤系なんですけど、ここの目頭切開ラインとくの字、私はよく描きました。口角でしたりとか、造形を変えたいなら赤を選ぶべし。で、赤も結構人によって似合う色味というか、ナチュラルに遮れる色が違ってくると思うんですけど、ケイトのこの RD1 番はめちゃめちゃ深くって、しっかり感も出したいし、目力も出したいんだけど、ナチュラルっていうのが私的に自分の粘膜の色に合わせて使った方がいいかなと。私は結構ね、粘膜のこの中のこの色、結構濃いめなので、これに合わせて色を変えました。続いて、こちら、ロム&の TP ライナー02ゴールデンウェーブ。これもね、涙袋のここに引くやつなんだけど、細くてこうやって引くのね。超ラメが繊細で、ここまで発色がいいのなかなかなくって。これをただ乗せるだけじゃなくて、これを一回ここまで引いた上で、シマー感のあるパール系のラメを乗せたりとかするともう完璧。めちゃめちゃキュッと発色するような感じになりますので、これね、めっちゃいいのよ。全色いい。続いて、まつげ。今年の下半期ぐらいに入ってから、マスカラの下地をつけるようになりました。それまでは本当に1個だけでピョンピョンピョン。結構まつげの主張なしが好きだったんですけど、最近は逆に、つけてあげてからカールキープして、マスカラはちょっと軽め、みたいなメイクが多かったです。でもこれはね、つけすぎ注意。マスカラ下地、いろんなの使ったんですけど、やっぱりエレガンスが一番下がらなくって、今年38度とか40度近くあったじゃん。それでも下がりにくかったんで、これに勝るものはあんまないかな。あとね、メイクオフしやすいっていうのも結構大切なポイントです。こちらは来店イベントで大切なお客様からプレゼントでいただきました。コスメデコルテダズリングジェムアイカラー01番ムーンデュー。この世界中のラメで、セレブのラメが一番張り切って、一番気合入ってんじゃないかぐらい自信があったんですけど、負けたって思うぐらい、ラメ感が超綺麗なの。今ね、今日も使ってるんだけど、私の好きな感じ。この瞬きするときに綺麗にきらめく感じ。私このラメが好きなんですよ。ラメを自分で作ったからこそ言えるんですけど、ラメの油分具合と大小のラメのミックスさとか、なんかその絶妙なバランスを保つのがめちゃめちゃ難しくって、本当にすごいなぁ。やっぱりコスメデコルテさんって思った生意気なんですけど、思った次第でございます。私まだまだだなぁみたいな。これはシルバー系で、ほんと何のメイクにも使えるので、結構濃いめの時に使ってました。プレセット、カムサハムニダー。続いて、ハイライト部門です。これはね、話がまた長くなりそう。何種類も用意しました。じゃあまず、絶対そうでしょっていうのから出します。セレブ。どこのですか？セレブです。どこのですか？セレブです。もうこれ一生100万回ぐらいやってました。ここ見えてるんで、お察しだと思うんですけれども、特に使うのが多かったのはこことこですね。で、こっちは、光が当たった時に集中的にツヤンツヤンする、プリンプリンするような、プリンとした桃っぽい肌を作るにはこちらがおすすめ。手で乗せて、こうやってやるんでも全然、ほらすごい。ツヤ玉が一気にできるの、これ、すごいでしょ。あとは、ここですね。これ鼻立体的に見えますから。で、ここは、目頭のハイライトはもう一生これを使ってます。これはね、めちゃめちゃいいので、細かいブラシとかでちょんってつけていただいて、今日もつけてるんですけれども、ここのハイライトはこちらを使ってます。あと鼻ですね。最近は私、今まではこっち使っておりましたけれども、ここと、ここを、ちょっと、
こういう感じでつけて、ヨネちゃんに最近鼻高いですねって言われて、鼻先の形にもよると思うんだけど、こっちから見た時もここにツヤ玉ができてくれて、こっちから見た時もツヤ玉ができるでしょ。こっちから見た時はここのちょっと高めのところにやると、ちょっと鼻が短く見えるのでおすすめです。あとは最近、プライベートの時チークレスなメイク。これ旦那様がね、チークがね、なんかね、化粧が濃い、薄いの概念がチークなんだって。いつも旦那さん、インスタライブ見てくれてるらしいんだけど、しきちゃんって言われてるんですけど、しきちゃんだけ、ここがもう真っ赤っかになって大変だから、ちょっと抑えめにしなーって言われるぐらい、この濃さらしくってアイメイクは気にならないんだって。どんだけ濃いのしてても。旦那さんに言われるようになったんで、チークレスをするときはほんのりピンクが入ってるこれとかでツヤ感を出してたりとかします。なのでこれも圧倒的。これも永久コスメですね。こちらもずっと使ってました。クレドポーの21ですね。これね、あるとないのじゃ全然違うの。眉毛を描いて眉マスカラをする前にここにやります。これをね、ここに乗せる。こうやってやると、この目のくぼみがね、年々デスクワークしてるからっていうのもあるんだけど、まぶたのね、この絞って年々本当に年齢とともにどんどん凹んでくるから、ちょっと老けた印象に見えるのね。なので、結構二重整形だったりとか、私も今アイテープしてるんですけれども、アイテープをしないと、まぶたがしぼんだ元気のない感じに見えるの。そこで私が気づいたのは、メイツの加工あるじゃん。眉毛の下に仮加工みたいなのがあって、ここの下にね、加工を入れるの。ちょっと明るく。そうすると目がパキッとこう、シュッと若返るような感じになるのを見て、それメイクに活かせばいいじゃんと思って、ここを明るくしてます。絶妙な光り方がここのまぶたの上には最適で、私はここは絶対にこれを使ってます。これを筆で取った後、ここの中央。これも、ここが一番綺麗に輝く。私、おでこ丸いの個人的に好きなタイプ。自分のチャーミングポイントなんだけど、自身の好きなようにしていただきたいんですけれども、こちらを使ってます。続きまして、シピシピブリンブリンハイライター01番。もう、お名前の通り、ブリンブリンでございます、これは。これはですね、来店イベントでしたりとか、光をすごく浴びるとき、夜の繁華街におすすめでございます。なんでかと言いますと、めちゃめちゃラメがざっくりしてるんですね。いくよ。おやばくない？カメラ越しだとわかんないじゃない？これがラメなのかツヤなのかみたいなのわかる？なので、これは結構ゴリゴリ強めメイクが好きな方とか、自分の光を身にまといたい方とか、あと洗った時にね、すごい綺麗な。続いてなんですけど、私、マットハイライトにしこたまハマってまして、マットハイライト見つけたらめちゃめちゃ買ってたんですね。まず一つ目、ジュディドール 04N ニュートラルトーン。これ全色持ってるんですけど、特に一番好きでした。これシェーディングを使うのではなくって、私はこちらとこちらのカラーを使ってました。両方マットです。ハイライトで使ってました。一番やっぱり顔の陰影をつけるのにナチュラルかつ遮れるのはマットでした。でなんでかって言いますと、例えばですね、こちら辺のここあるじゃん？さっきパウダーで隠したところ。ブラシ持ち合わせてないんでごめんなさいって言うんですけど、なんかわかる？膨らみが出るの。眉間私太くしたいタイプ。わかる？遮れんの？私もともと眉間は細いんですけど、太い方がちょっと幼い顔になって好きって思って、わかる？こことここ。広がったの。っていうのを私最近気づいて、マットのものを使って凹凸をなくすっていうメイクにハマっておりました。なので、ここの、例えば目のくぼみ、ちょっとここが脂肪少ないっていう方とか、ここにピンク系だったり、さっきのこういう白系のものを仕込むとめちゃめちゃいいです。続きまして、ロム&ですね。02番グレークールなんですけど、これは、シェーディングにも使えるけど、ここがいい。これ、めちゃめちゃいいんだよね。カナヤンに教えてもらったんですけど、これもめっちゃ白い。さっきのよりも一番ゴン白いです。わかる？っていうので使ってます、こちら。ハイライトは結構こだわりが詰まった今年らしいラインナップになったのではないでしょうか。はい、最後、リップ編です。まず、リップペンシルからご紹介します。リップペンシルサブカルチャーですね。これずっと使ってます。多分、今年だけじゃないよ。今までの過去動画を見ていただければ良さはわかるでしょうという感じなんですけど、絶妙な色なんだよね。今使ってるんだけど。描きやすい。ぼかしやすい。私はヌーディーなもので、結構ボリュームを足すので、ヌーディーなカラーの方がいい。結構濃いカラーとかだと、縁取られましたみたいな感じになっちゃうから、私はこのサブカルチャーっていう色が良かったです。こちら新入りです。ザセムの、これ番号書いてないじゃん。これがね、結構ね、いい陰影で、最近私、サブカルチャーよりこっち使うことの方がいい。こっちの方が濃いんだよね、色が。見て。ちょっとふっくりしたのこれ。もう元々書いてるからあれなんですけど。これ、本当にサブカルチャーと同じぐらいいいです。テクスチャーも似てて、こっちの方がちょっと柔らかいかな。続いて、リップなんですけれども、こちらですね。ウォン・ジョンヨ先生。この間も使わせていただきました動画で、めちゃめちゃ反響ありました。リップ用化粧下地ですね。これプライマーなんですけど、マットリップを塗るときとか、ひび割れみたいな感じで皮むけみたいなしちゃう方とかも、これで保護できるし、プラス、元々の唇の色味があんま発色しないタイプの唇の方だったりとか、サイドが
が高めなものを見た目のまんま塗りたい方とかも、なぜか発色しないっていう方とかは一回使ってみてください。全然違う。あと取れない。とにかく取れないです。っていうところで、これはおすすめ。私必ず塗ってます、こちらは。塗り直しの時は塗らない。めんどくさいから。夕方ぐらいまでリップ続くんだよね。色系に行くと、これが多分ね、一番使ってたんだよね。これお色も共通認識で、P の PK03 チェリーって色です。そこ見えてるぐらい。斎藤咲はそこ見えて本当に珍しいので。で、これは、口にも使ってたし、鼻隠すにも使ってたし、チークにも使ってたし、涙袋にも使ってたし、とにかく使ってました。ちょっと、塗るね。ちょっともう濃いけど。やばいやばいやばい。塗り方ミスった。ちょっと真っ赤っかだけど、ごめんね、適当な塗り方だから。こんな感じです。で、唇も同じような、ちょっとピンクと赤っぽい感じの、今つけてるリップぐらいのカラーになります。めちゃめちゃいいの、これ。ほんと優秀で、1個あると、唇に塗っただけじゃなくて、唇に塗るじゃん。あ、チーク足りないな。いけるから。化粧直しにすごく最適なので、ずっと使ってました。他のリップは、本当に嘘つく以外の手がないぐらい、マジで毎日違いすぎて、この間リップ10選出して、あの10選がやっと絞った10選。あれも全部を毎日ヘビロテで使ってたかっていうと、本当にあれがやや登場回数多かった。おすすめだよっていうもので、毎日使ってるものが本当になくって、買ったら使ってってしてたので、結構私たち、おいのんとずっとマンツーマンで、YouTube の時もそうだし、YouTube 以外で撮影だったりとか、普段からずっといつもサポートしてくれてるんで、私が何のメイクのコスメを使ってるか全部把握してるんですけど、共通認識のものがいいよね。そうですね。で、これかなとか思ったやつとかあったんだけど、そんな印象ないですって言われたんで、却下してこれにしました。これっていう印象が今年はリップはなかったです。もう絶対これみたいなのなかった。これはおすすめ。今年一番良かったっていうものを紹介します。こちらです。P ですね。4D ボリューミングプランパー。私これのグロス系全色持ってて、グロス系のカラーはその日目の前にあって目に入ったものをパンと使って塗ってたんですよ。色味がそんなに結構シアー感が強いという透明っぽい感じの色なんで、全然目に入ったものを色合わせしながら使ってたんですけど、これが一番いいの。なくない？こんなにうるうるになるものある？やばいよねってぐらい、本当に超綺麗だから、何のリップに重ねても超綺麗なので、私はこれがダントツで一番おすすめでした。で、あともう一個。バニラ粉でーす。これもプランパーです。これもよく使ってたよね。このウォン・ジョンヨ先生のやつを塗る前、メイクする前の10分前ぐらいからつけてます。唇がとにかくプリンってなります。ただ、痛いの苦手な方、お肌が繊細な方は気をつけてください。待って、ライトって書いてある。私使ってたらピンクか。間違った持ってきちゃった。初めて使った時マジの涙目だった。わさび食べたぐらいの涙目だったのでお気をつけくださいって感じですけど、縦じわがなくなるのと、痛いだけあって、プルッってなります。皆さんはどれが一番気になったでしょうか？斎藤咲2024、2024といえば、とりあえず赤メイク、あとはマットハイライトが、もう本当にツートップがワードと、キーワードとしては、一番もうわかりやすく、絶対これっていう感じでした。逆にリップとかの印象はね、私リップすごいみんな可愛いって言ってくれるんですけれども、本当に毎日違くて、今日紹介したものたちは本当にとびっきりいいものたちなので、全然今年だけに限らず、来年も私も使うと思いますし、最近コスメ欲がさ、ちょっと減ってきたのよね。引っ越してから後コスメに行かなくなったからかな。なんか最近コスメ買ってないから、やっぱまた韓国行かなきゃな、みたいな。そうだね、セフォラ行くから。セフォラ楽しみ。久しぶりかもしれない。セフォラは韓国ぶりか。なので、ちょっとハワイに年末行くので、ぜひそこで私も爆買いさせていただいて、またご紹介させていただいてっていう感じにしましょうかね。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。